ハンニバルの象部隊とアルプス越えの壮大な作戦。イントロダクション。カルタゴの将軍ハンニバル・バルカは、紀元前218年に、象部隊を率いてアルプス山脈を越えるという、歴史上最も大胆な軍事作戦の一つを実行しました。今回は、この驚くべき作戦について詳しく見ていきましょう。第二次ポエニ戦争の背景。なんで象なんか連れてアルプス山脈を越えようと思ったのだ。それを理解するにはまず当時の状況を知る必要があるわね。紀元前218年、カルタゴとローマは第二次ポエニ戦争という大規模な戦争を始めたの。カルタゴのハンニバルはローマを奇襲攻撃することで優位に立とうと考えたのよ。でもなんでわざわざ山越えなのだ。海の方が楽じゃないのだ。その当時地中海はローマ艦隊が支配していたの。だから陸路でスペインからイタリアを目指すしかなかったのよ。象部隊の編成と準備。象は何頭連れて行ったのだ。ハンニバルは37頭のアフリカ象を連れて行ったとされているの。これに加えて5万人の歩兵、9000人の騎兵、それから大量の物資も必要だったのよ。そんなに大規模な部隊だったのだな。準備が大変だったのだ。そうね。食料の確保、象の訓練、山岳地帯での行軍計画とか入念な準備が必要だったのよ。過酷なアルプス越え。寒い山の上を象が歩けたのだ。実はこれが最大の困難だったの。標高2000メートル以上の峠を越える必要があって、寒さ、雪、急な斜面との戦いだったの。象たちは寒さに弱くて多くが途中で死んでしまったのよ。人間も大変だったのだ。兵士たちは凍傷や雪崩、食料不足に苦しんだの。15日かけての山越えで部隊の約半数を失ったとも言われているのよ。作戦の結果と歴史的意義。せっかく越えたのに半分も失っちゃったのだな。結局この作戦は成功だったのだ。短期的に見ればローマを完全に驚かせることに成功して、その後いくつかの大事な戦いで勝利を収めたの。特に神田への戦いではローマ軍に大打撃を与えたのよ。でも最終的には負けちゃったのだ。そうね。長期的には補給線が伸びすぎて維持が難しくなって、最終的にはカルタゴが敗北することになったの。でもこの大胆な作戦は軍事史上最も有名な作戦の一つとして今でも語り継がれているのよ。まとめ。ハンニバルのアルプス越えは、軍事史上最も大胆で印象的な作戦の一つです。厳しい自然条件と戦いながら、象を含む大軍を、アルプスの頂を越えて進軍させた彼の決断と実行力は、2000年以上経った今でも多くの人々を魅了し続けています。この作戦は、不可能を可能にするという、人間の潜在能力を示す象徴的な出来事として、現代にも大きな示唆を与えているのです。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは歴史上の人物に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。歴史人物に興味があるならチャンネル登録や他の動画も見てみてね。